皆様こんにちは。設楽さんハンドメイドのサラです。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回はこちらのダイヤ柄を編んでいきます。とても簡単です。初心者さんにもおすすめです。最近ですね、私すごくミサンガを編んでいるんですね。はい、いろんな試作品を作っているんですけれども、頭の中が編み図でいっぱいになってしまったので、ちょっと初心に戻ってね、簡単なものを編んでみようということで、今回こちらのカラフルな可愛いダイヤ柄を編んでいきたいと思います。4本の糸を半分に折りたたんで横8本で編んでいくのでね、糸も少なめですし、本当に初心者さんも編めると思うので、ぜひ挑戦してみてくださいね。でこの後糸の説明をしていくんですけれども、この後のその説明通りに編むとこれぐらいの長さになります。この端から輪っかのところから数えるとだいたい15センチぐらいのこの柄が出てきて、長さ29センチ30センチ弱ぐらいのミサンガが仕上がりました。はい、私最後ここね1本にしたんですけれども、はい、なのでね、この長さを参考にして糸の長さも決めてくださいね。それではまず糸を準備していきます。今回4本の糸を使ってこれを折りたたんで横8本並べて編んでいきます。3本はそれぞれ170センチで取りました。で1本だけはこの170センチプラス15センチしているので185センチです。このプラス15センチで頭の輪っかの部分を編んでいきます。こちらの動画は別動画で詳しく説明していますので、もしよかったらそちらも参考にしてですね、この輪っか出来上がったところからここから編んでいきます。そして編み方はこの4の編み方と逆4の編み方で編んでいきます。4の時は右の糸をまっすぐにして左の糸で4の形を作って下から出していきます。逆4の場合はその逆で左の糸をまっすぐにして右の糸で逆の4の形を作って下から出していきます。この2種類の編み方になります。今回編み方はこんな感じです。1,2,3,4,5段、これを V 字の編み方で順番に編んでいきます。まず最初はこの1段目よりも上の部分ですね、ここを編んでいきます。今この頭の部分が出来上がったところで頭を固定したら、まずはこの輪っかにつながっている糸、私は緑なんですけれども、これを1本ずつ外に置きます。はい、そうするとね3本3本になるんですけれども、じゃあ左から編んでいきますね。まずは私は赤の糸を取り出して、それ以外のこの2本、紫と黄色、この2本をまとめて赤い糸で4を1回こういうふうに4の形を作って下から出していきます。で逆4を1回逆の4の形を作って下から出していきます。で編んだら左へ、そうするとこの2本があって、次私は紫にしようと思うので紫色の方で4の形を作って1回逆4の形を作って1回編んだら左へ、で右側も同じく編んでいきます。右側はその逆の編み方になります。まず赤い糸を取り出して、この2本ですね、緑の糸は右へ、はい、この3本編んでいきます。赤い糸でまず紫と黄色の糸を逆4を1回で4を1回編んだら右側へ、
で紫と黄色の糸、この紫の方で逆4を1回で4を1回編みます。そしたら黄色い糸が真ん中へ来たので、この2本で4を2回編みます。ここちょっと離れているのでね、まずは4を1回編んで、ここちょっと押さえながらもう1回4ですね。それではここから1段目スタートしていきます。まず左側から編んでいきますね。左の緑の糸で隣の赤へ4を2回、1、2で隣の紫も4を2回、1、2で隣の黄色にも4を2回、1、2続いて右側は逆4、2回ずつになります。まず緑の糸と隣の赤で逆4、2回、1、2隣の紫にも逆4を2回、隣の黄色にも逆4を2回、で真ん中に来た緑の糸同士で4を2回編みます。1、2続いて2段目ですね。2段目も左側から編んでいきます。まず一番左の赤い糸と隣の紫の糸でここは4を2回編みます。1、2でこの赤い糸と隣の黄色の糸でここは4をまず1回で逆4を1回編みます。そうすると赤い糸が左へ行きますね。でこの黄色い糸と隣の緑、ここで逆4を2回編みます。1、2そうすると緑の糸が左へ、黄色い糸が右に来ます。右側も同じく編んでいきます。右側はその逆の編み方になるので、まず一番右の赤い糸と隣の紫の糸で逆4、2回、1、2でこの赤い糸と隣の黄色い糸でここは逆4を1回、4を1回編みます。すると左側にこの黄色が来ましたね。この黄色い糸と隣の緑の糸、ここは4を2回編みます。1、2そうするとこの左に黄色が来て右にグリーンが来ますね。真ん中に黄色い糸がこう2本来たと思うので、こ
これを4を2回編みます。1、2、続いて3段目ですね。3段目も左から編んでいきます。まず一番左のこの2本で逆4、2回編みます。逆4で1、2、でこの紫の糸と隣のグリーンの糸でここも逆4、2回編みます。1、2でこの紫の糸と隣の黄色の糸、ここも逆4、2回編みます。1、2、そしたらね、右側に紫がきますね。続いて右側も同じく右のこの2本で右側は4を2回、1、2でこの紫と隣のグリーンで4を2回ですね。1、2で次この黄色と紫で4を2回、1、2そしてこの真ん中に来た紫の糸同士で4を2回、1、2続いて4段目。4段目も左から編んでいきますね。まずこの左の2本でここは4を2回、1、2でこの赤い糸と黄色い糸、ここは逆4を1回、そして4を1回編みます。でこの黄色い糸と隣の紫の糸でここは4を2回、1、2右側に来て右側も同じく右のこの2本、ここは4を2回、1、2でこの赤い糸と隣の黄色の糸、ここは4を1回、そして逆4、1回になります。そうすると左に黄色の糸が来て、この黄色と隣の紫、ここで逆4を2回、1、2はい、そうすると真ん中に黄色の糸同士が来るので、この2本を4を2回します。1、2続いて最後5段目ですね。5段目は1段目と全く編み方同じです。左から編んでいきます。このグリーンと赤でここは4を2回、1、2でこのグリーンと隣の紫でここも4を2回、1、2
このグリーンと隣の黄色で4を2回、1、2で、右側も、一番右のこのグリーンと赤で、ここは逆4、2回ですね。1、2で、このグリーンと隣の紫で逆4、2回、1、2そしてこのグリーンと隣の黄色で逆4、2回、1、2真ん中に来たこの緑の糸同士で4を2回編みます。1、2 5段目まで編めたらまた1段目に戻ります。で、この1段目は緑だったんですけれども、ここですね、ここ色が変わります。1段目、今度はこの右左の端に来ている、私は赤なんですけれども、この糸が1段目に来ます。なのでね、ちょっと色に騙されないように、はい、順番でこの編み方で編んでいきます。1段目から5段目まで編めたらまた1段目に戻るんですけれども、また色が変わります。どんどんこんな感じでね、色がカラフルに出てくるので、はい、色に惑わされないようにしばらくこの編み方で進めていきます。はい、しばらく編んできたので、ここからまとめていきます。私は頭のトップから数えてだいたい15センチぐらい編めました。皆様編めたでしょうか？ちょっとね、色がどんどん変わっていくので惑わされちゃうんですけれども、この4と逆4編み終わった後のポジションさえ間違えなければ綺麗に柄が出てくると思うので、例えばね、4を編んだ後、この4の形を作って編んだ糸は右に来ます。このピンクのところですね。逆に逆4の時はこの右に来ている糸で逆4を編んで、編んだものは左に来ます。はい、この位置を間違えないようにね、編み進めていって、で最後ここをですね、まとめていきます。こんな感じで左側から編んでいきますね。まず左のこの2本で逆4を1回、4を1回編みます。で編んだらこの2本をまとめて、その隣の糸で逆4を1回、4を1回編みます。でまとめて、今3本まとまってますね。この3本まとめて隣の糸で逆4を1回、4を1回編みます。そしたら右側も同じく一番右の2本で右側は4を1回で逆4、1回編みます。編んだらこの2本まとめて左の糸で4を1回、逆4、1回編みます。編んだら3本まとめて左の糸で4を1回、逆4、1回編みます。編んだらこの真ん中に来た糸を通して4を2回編みます。1、2、そしたらこの下はお好みで三つ編み三つ編みとか
四つ編みとか、またここ1本で編んでもいいですね。お好みで編んでみてください。はい、完成しました。こんな感じでね編んできて、私は1本で結んで最後調節できるタイプにしてみました。ね、こういう風に長さが調節できます。この結び方もね別動画でありますので、はい、概要欄の方に貼っておきますね。皆様編めたでしょうか？もしね編めたよという方はグッドボタン残していただけるととても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。